混ぜておいてください。こんな感じですね。皆様こんにちは。代々木上原にある、初代割烹高橋の店主高橋豊和でございます。本日は、ご自宅で簡単にできる、カニカマ入りのだし巻き卵を、ご紹介させていただこうと思います。では早速やっていきます。卵ですね、殻を割るときに、血とか入っているまたは、腐ってたらいけないので一回ボウルに割ってから、入れていきます。で1個ずつ必ずちゃんと鮮度がいいかチェックしながら合わせるボウルに入れていきます。で、調味液を入れる前にある程度しっかり卵を切っていきます。このぐらいでいいです。で、調味液入れていきます。だし、みりん、醤油でここで軽く混ぜます。でここに、カニカマをほぐしながら入れていきます。今回は、お弁当とかに入れて色合いがいいようにカニのかまぼこ入れてますが、ツナとか、刻んだネギとか入れていただいても美味しいと思います。料理屋は薄口醤油使うんですが、今回は濃い口醤油でも美味しくできるように考案したので、この割合は濃い口醤油でやっていただいた方が美味しく仕上がると思います。でさっくりと混ぜておいてください。でこれ今からだし巻きにしていきます。テフロンの、鍋ひっつきづらいのでこちらを用意していただいて、で油をこの縁のところに結構ひっついちゃうので縁のところにしっかりと油を塗ってあげます。でだし巻き卵をこう巻いてくって思うとかなりハードルが高いので、そんなのは家でできないって思われると、いけないので、今日はかなり簡単なやり方でだし巻きっぽく見えるやり方でやっていきますので、ちょっと温度一回確かめます。このぐらいですね。卵を流したらすぐ固まるぐらい、このぐらいの温度になったら卵を入れていきます。温度はこのぐらいで大丈夫です。で入れていきます。音がこのぐらいジュワーってなるぐらいですね。で本当はもうどんどん巻いていくんですけど、今日のやり方は巻くってよりはちょっとこう端で固まってきたやつを中にこう戻してあげるような。でもうスクランブルエッグにするようなイメージで卵に火を入れていきます。火はそんなに強くしなくていいです。固まってないのを外に流してあげるようなイメージで。でだいぶ卵に火が入ってきましたので、ここからですねこのフライ返しを使っていただいて、こんな感じです。ちょっとひっくり返してあげます。
もうこれだけでもちょっと卵焼きっぽくなってきたんですけど、でこれをもう一回ちょっと今のところだけがひっくり返す時に気をつけてほしいんですけど、もうこれ以上ひっくり返さなくても、もう卵に火が入ってて、で周りはしっかりと綺麗な色がついてきているので、何回もひっくり返す必要性はないです。スクランブルエッグ状にしてあるので、もうこれで火が入っているので、周りにいい感じの色味がついたらもうこれで OK です。でこのままだとせっかくのだし巻き卵っていうイメージが、つかないので、巻き酢を用意していただいて、こんな感じですね。こういう感じでまず出して、でちょっとですね、こういうふうに丸く成形していただいて、輪ゴムで巻いて、でどうしても少し出汁が、冷めてくる途中に落ちてくるので、少し斜めにしてあげて、ちょっと出汁を逃がしてあげます。そうするとお弁当に入れた時に、ビシャビシャにならないので、ここでそうですね、10分15分はもう軽く、涼しいところに置いて、しっかり形がなじむように、冷ましておいてください。ではこちら開けていきます。形ができます。もちろん巻いていただいた方が綺麗なんですけど、だし巻きでもこれ十分綺麗な形になってるので、こんな感じですね。こちらで完成です。出来上がりに、不安があっても巻き酢で最後しっかり巻けば綺麗に仕上がりますので、ご家庭でも試してみてください。いただきます。すごいですね、これ分厚さ。そうですね、はい、これだけを巻こうと思うとかなり大変ですけど、やり方だといい感じに仕上がりますね。いただきます。すっごい味が染み出て美味しいです。これありがとうございます。ああやって巻き酢で巻けばこんなにしっかり形になるんですね。そうですね、そこがポイントですね。巻くときに、失敗しそうになっても最終的には綺麗に仕上がるので、ハードルは下がると思います。またこれも彩りもすごいいいですね。ありがとうございます。いいお料理ご紹介でどうもありがとうございました。ありがとうございます。